トロコロニー。新たな惑星に到着しお目当てのアルミをゲットして、研究を加速させ色々アンロックさせた我らがコロニー。まだまだ我らの繁栄は止まらない。どんどんコロニー開発していきましょ。まずは核反応炉のために、ウランとチタンを掘り掘り。木曜の時間。ビャー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 バーバーバー。ホラー穴で謎を今日唱えるな。音が響くだろ。ごめんちゃい。前回はちゃんと動いていた輸送ボット、なんとなく増産したら動かなくなった。糸かなし。スリープチェンバーでハマってるのかな？削除して様子見てみましょ。お、動いた動いた。そしてまた固まる。いまいち使い方がわからんな。核融合炉の材料を作るためには高度な製造機が必要で、高度な製造機の作成には石板が必要。そんなわけで石材を切るために切断機設置。石材から石板が作れて、丸太から木製の板材が作れます。石材は惑星からしか採取できないから、無駄遣いしないように注意だな。かしこまりそうろー。てなわけで製造機、アップグレード。色が青から赤に変わったけどほとんど変化ねえな。核融合炉の材料の、グラフェンがレシピに追加されました。作るにはテクノロジーの解放が必要だ。じゃサクッとアンロックしちゃいましょ。だな。グラフェン作る材料の炭素繊維がなかったので、炭素鉱石ねじ込んでできるのを待ちましょ。微妙に炭素不足になってるぜ。完成まで時間があったので、前回作ったジャイアントドリルの様子を確認。鉱脈が深すぎて掘りきれてないけど、そこそこ金が回収できたぜ。生物科学のポイントを使わないものは解放できそうなんで、サクッと解放しときましょ。スペースクラフトか、前の拠点で作ったことあったな。でもコロニーが飛べるから使用用途ほぼないよ。見た目がかっこいいだけコンピューターで建築ドローンと電子パネルを作るための、コンピューター部品が作れるようになります。高度なエンジンではプラズマスラスターがアンロック、コロニーの移動速度がアップ。まあ現状移動速度に不満ないし、当分出番はなさそうだな。お次は後方、操作パネルでスラスターの操作を一元化、コロニーの操舵が少し楽になります。スラスターを1個ずつ設定するのめんどいからありがたいな。そんで電子工学、さっき解放したコンピューターで電子パネルが作れるようになります。さらにシグナルも解放、新しい演算子とそれをつなぐケーブルが追加。演算子言われてもさっぱりわからんがな。現状のやつでこと足りる。お次はスペースマッピング。レーダーで近くの脅威を発見するってよ。そのうち宇宙人でも襲撃してくるのかな？おっかねえな。こっちは通信でアンテナと受信機が解放されるみたい。これもようわからんな。まあ気が向いた時に作りましょ。で最後に算術。これも演算子か、おバカなうちらには必要なさそうだな。うちゃあだいだいどんぶり勘定でやらせていただいてまさ適当。こんな感じで時間潰してたら核融合炉の材料が溜まったので、床を敷いて建設場所を確保。ではいよいよ核融合炉、設置。地味に素材作りが大変だったけどやっと完成だぜ。てかこれ原料がウランロッドか。まあ核反応炉だしな。ウランは惑星で掘らないとゲットできないから枯渇したら困りそう。これありきで電気使うと、いざって時に困るな。てか電力40で雑魚すぎ。炭素反応炉4台分しかないのか。こりゃこのままオブジェにしますか。だな。一応蓄電池なんかもあるぞ。そこまでするなら太陽光パネルたくさん作った方が楽かも。原料となる金のワイヤーは温存しております。金、放出の時だぜだらば太陽光パネル、がっつり設置じゃー。金も結構希少だけど、最悪アステロイドキャッチャーで取れるからいっぱい作っちまおうぜ。あいよ。ふと思ったんだけどケーブルの上には太陽光パネル設置できないんだけど、柱を置いて床を上に敷いてからパネルを設置して、そんで床だけ剥がせば設置できるかな？また無駄に意味のわからんことしよってからに。いやー、こうすれば斜めに太陽光パネル設置できてかっこいいかなーって。段々になってた方が光集めやすそうには見えるか？まあぶっちゃけ太陽の方角すらわからないから、角度による発電効率は皆無であります。このパネルは不思議な力で発電してます。これでパネル10枚。発電量は1しかないからこれで炭素反応炉と同じか、もっと数が必要だぜ。じゃもっと横長にしてみましょ。まだまだ足りないな。がっつり増やした。思ったよりも大規模になってきた。金ワイヤーの在庫なくなるまで作ろっかな。操作に慣れてサクサク建築できるようになった最終的にはピラミッドみたいな三角錐になりそうだな。ピラミッドパワー。
うるせえ。てかえらい中途半端じゃねえか。金ワイヤーの在庫が切れた。大盤振る舞いしすぎたか。まあまだ鉱石とインゴットはあるから、ワイヤーに加工して完成させましょ。さすがにこのままじゃあれだもんな。なお、現在の余剰電力は66。電力確保って意味ではすでに達成感あるな。電力余ってるし、コロニーの電力を惑星の方に繋げるとかできないかな？これができるならドローンちゃん大量動員で、鉱石の採取がはかどりそうだな。一応高さは合ってるんだけど。こや繋がらんっぽいな。残念。まあアステロイドキャッチャー2台に、炭素反応炉3台で安定してるからいいかな？コロニーの電力が太陽光パネルに移行すれば、炭素も在庫できるだろうし、惑星側は炭素の消費量気にせず、このまま運用するのが楽そうだな。さて金ワイヤーできるまで暇だし、追加された演算子もちょっと見てみましょ。新たに追加されたやつは、ボックスに Wi-Fi みたいなマーク出てるな。多分ケーブルをここに繋ぐんかな？一応計算式みたいのも入れられるっぽい。まあわからん。諦め早えな。代々どんぶり勘定でやらせていただいてまさまたそれか。てかお前が初代だろ。てへ。シグナル受信機も作ろうかと思ったけど、電子パネル作るのめんどいので保留。ウィップとか書いてあるし生産管理で使えそうだけど、これも使い方難しそうだな。お次は牧場を開放しよっかな？ぶっちゃけパンだけ食わせとけばいいから、宇宙豚はただのロマンだな。牧草地も畜舎もアルミ板使うのか。ガラスも使うから石英も掘ってこなきゃだ。ビャー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 バーバーバー。木魚タイム。木魚の修行してたら金ワイヤーも増えてたので、途中だったピラミッドの建設を再開。上に行くほど一段あたりの材料は少なくなるし、今回は最後まで作れそうだぜ。ここまで作ると熟練のピラミッド職人、あっという間に一周作れるようになりました。また無駄なゲームスキルを習得した。そしてついにピラミッド、完成。思いのほか、でけえ。離れてるとサイズ感わかりにくいけど、アステロイドキャッチャーとかと比べると、大きさがわかりやすいかな？本邦初公開、ピラミッドの内部でございます。電線だらけ。そんでもってピラミッド改造、酸素バリアでデコレーション。これはいい感じのビームでそうだ。かっこよか。いいな、ピラミッドもっと改造しようぜ。建築メニューにはガジェットなんかもあって、ライトとかあるしこれでライトアップしましょ。結構いろんなバリエーションあるのな。ガラスの床にライトウォール設置したら、いい感じに光った。ほうほう、こんな感じか。調子に乗って私のイメージカラーの赤っぽくしようと、ブロッカーの演算子も置いてみた。なんか、だせー。こりゃなんか間違えたっぽい。直しましょ。だな。とりあえずてっぺんの1個だけ残して、こんな感じとなりました。これはこれでいまいちな気もするな。もうちょい三角っぽいガジェットが追加されるといいな。ピラミッド作りに夢中になってたら、いつの間にか移民たちが植えてた。キッチンに穀物が届いてないな。前回小麦と木の栽培にしたつもりが、木だけしか栽培されてなかった。農場は1種類しか栽培できない。腹ペコゲージマックス。すまぬ。てか空腹マックスでも固まるだけでお亡くなりにはならないのね。まあ仕事はしてくれんから放置はできんな。食料の消費ももったいないし一人削除しますか。まあ、消し方生き残ったメンバーにはハイドロトニックで、一旦空腹を満たしてもらいましょ。小麦の再生産も急がなきゃだな。農場建てようと思ったらガラスが足りない。また石英掘りに行かなきゃだ。ジャイアントドリル、採掘終了してたので撤去。採掘速度はそこそこ速かったけど、設置と撤去がめんどくさいな。普通のドリルだったら鉄と銅のインゴットだけで作れるし、こっちの方がリーズナブルでいいかも。そんなわけで鉱脈掘り掘り。だが上にドリル設置しようとしたら置けない。さすがに空中には設置できんだろ。てなわけで設置がギリ可能な範囲に鉱脈を埋めた。これなら OK。てかドリルは本来こういった剥き出しの鉱脈で使うもんなんじゃね？銅はいらぬ。ドリル設置したり横道にそれながらも、ガラスいっぱい作って農場を建設。小麦再開。各種配線にコンベアも繋いで自動化しつつ今回はここまで。再生回数が残念なことになってるアストロコロニー、果たして最後まで編集することができるのか？
応援してくださる方は高評価ボタンポチッとよろしくお願いいたします。励みになります。まあ信長の野望発売まであと少しだし、今更他やるのも時間ないしまったりやるべ。あ、いいよ。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。